皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？日本語ポッドキャストのほのぼのです。突然ですが、こんなことを考えたことはありませんか？仕事が辛くて夜も眠れない。でも辞めるなんて想像もできない。私もかつてそんな悩みを持っていた一人です。今日は私が経験した心が壊れてしまう職場、そしてそこから抜け出すための小さな方法を紹介します。この動画を見てくださっている方の中で、もしかしたら同じような悩みを抱えている方もいらっしゃるかもしれません。この動画を見た後、皆さんが少しでも前向きな一歩を踏み出せるようになれたら嬉しいです。日本では仕事は辛くて当たり前、忍耐が美徳という考え方が強く残っています。でも、それがいつも正しいわけではありませんよね。ですが、そんな当たり前に押しつぶされてしまう人が多いのも事実です。私が初めて会社員になった時、初めての職場で何度も心が壊れるような思いを経験しました。最初は、こんなものだ、これが普通なんだ、社会人なんだから仕方ないと自分に言い聞かせていました。また自分が不器用だから、自分の能力が低いからだと思っていました。でも毎日の疲れとストレスは増えていくばかりで、次第にそれが普通ではないことに気づきました。やがてその環境がどれだけ自分を傷つけているのかに気づきました。もしかしたら皆さんの中にも同じような気持ちを持っている方がいらっしゃるかもしれません。もしそうなら、まず皆さんに知っておいてほしいことがあります。それは自分の感覚を信じることが大切ということです。この動画では私が実際に経験したエピソードを通して、心が壊れる職場の特徴を、そして抜け出すための具体的な方法をお伝えします。私が働いていた職場ではいくつもの心が壊れる瞬間がありました。最初はそれがパワハラだとは気づかず、これが普通だろうと思っていました。でも次第にそれが自分をどんどん疲れさせ、壊していることに気づくようになったんです。一つ目は過度な業務負担です。私のグループでは他のグループなら数人で分担しているような仕事をすべて一人で任されました。これくらい一人でやるのが当たり前と言われました。これくらいできて当然と言われるプレッシャーの中で毎日必死でした。新人だったので当時の私は素直にこれくらいの業務は一人でやるのが当たり前なんだと思いました。ですが後から聞いた話によると分担して行うのが普通の業務だったそうです。しかも私のグループのリーダーは社長の息子でした。文句を言うこともできず、ただ従うしかありませんでした。なぜなら、もし何か不満を言ったら、自分の評価や査定に響くのではないかという恐怖心があったからです。さらに私が一人でやった仕事を、その息子が自分が全部やったと社長に報告していました。それを知った時の悔しさ、虚しさは言葉では表せません。二つ目はパワハラの存在です。仕事ですみませんが、もう一度教えていただけますかと聞くと、前に教えたでしょと強い口調で怒られたこともありました。また、初めてやることに対して、なんでこんなこともわからないのと責められることもありました。そんな言葉を言われるために、悲しくなり、少しずつ自分の自信が削られていくのを感じました。3つ目は体調の悪化です。ストレスは体にもしっかりと影響します。
夜は眠れずご飯を食べたいという気持ちもなくなりました。出勤前には吐き気、勤務中は常に胃が痛かったです。耳が聞こえなくなってしまうこともありました。心はまだ大丈夫と思っていても、体はしっかりとストレスに反応して、これ以上は無理だよと体がサインを出していたのです。自分で自分自身に大丈夫だよ、よくやってるよとつぶやいたりもしました。ただ虚しいだけでした。結論として私が言えることは、もし今心が壊れそうな職場にいるのなら、無理に我慢してそこに居続けるのは絶対に良くないということです。社会人なんだから我慢しないととか、世間ではこれが普通だからという考えは、自分自身の健康や幸せより大切なものでしょうか。一番大切なのは自分自身がどう感じているか、自分の体や心の声を無視しないことです。自分の感覚を信じることです。辛い、もう限界だという心や体の声は自分自身が一番よく聞こえているはずです。どれだけ周りが大丈夫と言っても、あなたの限界はあなたにしかわかりません。心が壊れる前に自分の環境を見直す勇気を持つことが大切です。私も当時辞めたらどうなるんだろうと不安でした。今振り返ると辞めるという選択をしてよかったと感じています。その一歩を踏み出したからこそ今は健康に前を向いていられます。心が壊れる職場にいると、あなたが持っている本来の力も弱くなってしまいます。それはただの疲れではありません。無理をして働き続けていると、本当に大切なものが見えなくなります。無理を続けているうちに自分が何をしたいのか、何を大切にしたいのか、どんな人生を送りたいのかさえわからなくなってしまうのです。もし今皆さんの中で同じような状況にいて、今すぐできることはないかなと考えていたら、次のことを試してみてください。1、自分の体と心に耳を傾ける。自分の体調を記録する。眠れない日、食欲がない日などをメモする。疲れや不調を気のせいだと思わず、しっかりと自分を見つめてあげてください。体調が悪くなったり、心が疲れたりしているなら、それがサインです。2、今日中に信頼できる人に相談する。同僚や家族、友人に気持ちを話すだけでも心が軽くなることがあります。職場の問題や悩みを抱えているなら、信頼できる同僚や家族に話してみてください。誰かに気持ちを伝えることは、心の負担を減らすためにとても大切です。3、自分の限界を知る。自分がどこまで耐えられるのかを知ることが重要です。社会人だからという考えに縛られず、自分の限界を見つけてください。4、まずはとにかく休みを取ってみる。有給休暇を取って一息つく。職場から少し離れてみたりする。5、転職サイトを調べてみる。一度転職サイトを見て、新しい選択肢を見てみる。働く気力がないこともあると思います。そんな時は無理に見なくてもいいです。6、必要であれば転職を考える。心が壊れる環境で無理に頑張ることは誰のためにもなりません。自分自身を優先してください。もしどうしてもその環境が改善されないのであれば、転職を考えることも選択肢です。自分の心と体を最優先に考えてあげてくださいね。
何事も小さな一歩から始まります。少しずつでも自分を守る行動をして、自分ができそうなことをして、心の健康を取り戻すことが大切です。心が壊れる職場に長くいることは、自分の大切な時間や可能性を奪ってしまいます。心が壊れる職場に居続ける必要はありません。もっと輝ける場所があるはずです。自分の心と体を大切にして、もっと幸せな環境で仕事をしていけるようにしましょう。ぜひ自分の心と体を大切にして、新しい一歩を踏み出してみてください。そして世の中がいくらこれが当たり前、常識だと言っていても、自分の感覚を信じてください。それが長い目で見て自分の幸福につながっていると思います。自分には嘘はつけません。たとえ大丈夫だと思っていたとしても、いずれ体に不調が現れます。どうしても痛みや辛さの感情に鈍くなっている人もいると思います。だからこそ自分の体に出た症状を見逃さないで、その度にケアをしてあげてほしいです。例えば朝起きて出勤しようと思っているけれど、急に腹痛がする。気づいたらなぜか降りるはずの駅を乗り過ごしていた。体がもう限界だと教えてくれているのです。頑張っているほど急に休みを取ることにとても抵抗を感じると思います。でも大丈夫です。休んだ方が今後の自分の人生に対するメリットはもっと大きいです。しばらく休んだら頑張りたいこと、やりたいことがそのうち見えてくるようになりますよ。今日のお話はここまでです。今日も最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。そして皆様の温かいコメント一つずつ大切に読ませていただいております。とても嬉しく、たくさん励みになっています。もしよろしければ、いいねとチャンネル登録もしていただけたらとても嬉しいです。それでは、次回のエピソードでもお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？日本語ポッドキャストのほのぼのです。突然ですが、こんなことを考えたことはありませんか？仕事が辛くて夜も眠れない。でも辞めるなんて想像もできない。私もかつてそんな悩みを持っていた一人です。今日は私が経験した心が壊れてしまう職場、そしてそこから抜け出すための小さな方法を紹介します。この動画を見てくださっている方の中で、もしかしたら同じような悩みを抱えている方もいらっしゃるかもしれません。この動画を見た後、皆さんが少しでも前向きな一歩を踏み出せるようになれたら嬉しいです。日本では仕事は辛くて当たり前、忍耐が美徳という考え方が強く残っています。でも、それがいつも正しいわけではありませんよね。ですが、そんな当たり前に押しつぶされてしまう人が多いのも事実です。私が初めて会社員になった時、初めての職場で何度も心が壊れるような思いを経験しました。最初は、こんなものだ、これが普通なんだ、社会人なんだから仕方ないと自分に言い聞かせていました。また自分が不器用だから自分の能力が低いからだと思っていました。でも毎日の疲れとストレスは増えていくばかりで次第にそれが普通ではないことに気づきました。
やがてその環境がどれだけ自分を傷つけているのかに気づきました。もしかしたら皆さんの中にも同じような気持ちを持っている方がいらっしゃるかもしれません。もしそうなら、まず皆さんに知っておいてほしいことがあります。それは自分の感覚を信じることが大切ということです。この動画では私が実際に経験したエピソードを通して心が壊れる職場の特徴を、そして抜け出すための具体的な方法をお伝えします。私が働いていた職場ではいくつもの心が壊れる瞬間がありました。最初はそれがパワハラだとは気づかず、これが普通だろうと思っていました。でも次第にそれが自分をどんどん疲れさせ、壊していることに気づくようになったんです。一つ目は過度な業務負担です。私のグループでは他のグループなら数人で分担しているような仕事をすべて一人で任されました。これくらい一人でやるのが当たり前と言われました。これくらいできて当然と言われるプレッシャーの中で毎日必死でした。新人だったので当時の私は素直にこれくらいの業務は一人でやるのが当たり前なんだと思いました。ですが後から聞いた話によると分担して行うのが普通の業務だったそうです。しかも私のグループのリーダーは社長の息子でした。文句を言うこともできず、ただ従うしかありませんでした。なぜならもし何か不満を言ったら自分の評価や査定に響くのではないかという恐怖心があったからです。さらに私が一人でやった仕事をその息子が自分が全部やったと社長に報告していました。それを知った時の悔しさ、虚しさは言葉では表せません。二つ目はパワハラの存在です。仕事ですみませんが、もう一度教えていただけますかと聞くと、前に教えたでしょと強い口調で怒られたこともありました。また、初めてやることに対して、なんでこんなこともわからないのと責められることもありました。そんな言葉を言われるために、悲しくなり、少しずつ自分の自信が削られていくのを感じました。3つ目は体調の悪化です。ストレスは体にもしっかりと影響します。夜は眠れずご飯を食べたいという気持ちもなくなりました。出勤前には吐き気、勤務中は常に胃が痛かったです。耳が聞こえなくなってしまうこともありました。心はまだ大丈夫と思っていても、体はしっかりとストレスに反応して、これ以上は無理だよと体がサインを出していたのです。自分で自分自身に大丈夫だよ、よくやってるよとつぶやいたりもしました。ただ虚しいだけでした。結論として私が言えることは、もし今心が壊れそうな職場にいるのなら、無理に我慢してそこに居続けるのは絶対に良くないということです。社会人なんだから我慢しないととか、世間ではこれが普通だからという考えは自分自身の健康や幸せより大切なものでしょうか。一番大切なのは自分自身がどう感じているか、自分の体や心の声を無視しないことです。自分の感覚を信じることです。辛い、もう限界だという心や体の声は自分自身が一番よく聞こえているはずです。どれだけ周りが大丈夫と言っても、あなたの限界はあなたにしかわかりません。心が壊れる前に自分の環境を見直す勇気を持つことが大切です。私も当時辞めたらどうなるんだろうと不安でした。今振り返ると辞めるという選択をしてよかったと感じています。
その一歩を踏み出したからこそ、今は健康に前を向いていられます。心が壊れる職場にいると、あなたが持っている本来の力も弱くなってしまいます。それはただの疲れではありません。無理をして働き続けていると、本当に大切なものが見えなくなります。無理を続けているうちに自分が何をしたいのか、何を大切にしたいのか、どんな人生を送りたいのかさえわからなくなってしまうのです。もし今皆さんの中で同じような状況にいて、今すぐできることはないかなと考えていたら、次のことを試してみてください。1、自分の体と心に耳を傾ける。自分の体調を記録する。眠れない日、食欲がない日などをメモする。疲れや不調を気のせいだと思わず、しっかりと自分を見つめてあげてください。体調が悪くなったり、心が疲れたりしているなら、それがサインです。2、今日中に信頼できる人に相談する。同僚や家族、友人に気持ちを話すだけでも心が軽くなることがあります。職場の問題や悩みを抱えているなら、信頼できる同僚や家族に話してみてください。誰かに気持ちを伝えることは、心の負担を減らすためにとても大切です。3、自分の限界を知る。自分がどこまで耐えられるのかを知ることが重要です。社会人だからという考えに縛られず、自分の限界を見つけてください。4、まずはとにかく休みを取ってみる。有給休暇を取って一息つく。職場から少し離れてみたりする。5、転職サイトを調べてみる。一度転職サイトを見て、新しい選択肢を見てみる。働く気力がないこともあると思います。そんな時は無理に見なくてもいいです。6、必要であれば転職を考える。心が壊れる環境で無理に頑張ることは誰のためにもなりません。自分自身を優先してください。もしどうしてもその環境が改善されないのであれば、転職を考えることも選択肢です。自分の心と体を最優先に考えてあげてくださいね。何事も小さな一歩から始まります。少しずつでも自分を守る行動をして、自分ができそうなことをして、心の健康を取り戻すことが大切です。心が壊れる職場に長くいることは、自分の大切な時間や可能性を奪ってしまいます。心が壊れる職場に居続ける必要はありません。もっと輝ける場所があるはずです。自分の心と体を大切にして、もっと幸せな環境で仕事をしていけるようにしましょう。ぜひ自分の心と体を大切にして、新しい一歩を踏み出してみてください。そして世の中がいくらこれが当たり前、常識だと言っていても、自分の感覚を信じてください。それが長い目で見て自分の幸福につながっていると思います。自分には嘘はつけません。たとえ大丈夫だと思っていたとしても、いずれ体に不調が現れます。どうしても痛みや辛さの感情に鈍くなっている人もいると思います。だからこそ自分の体に出た症状を見逃さないで、その度にケアをしてあげてほしいです。例えば朝起きて出勤しようと思っているけれど、急に腹痛がする。気づいたらなぜか降りるはずの駅を乗り過ごしていた。体がもう限界だと教えてくれているのです。
頑張っているほど急に休みを取ることにとても抵抗を感じると思います。でも大丈夫です。休んだ方が今後の自分の人生に対するメリットはもっと大きいです。しばらく休んだら頑張りたいこと、やりたいことがそのうち見えてくるようになりますよ。今日のお話はここまでです。今日も最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。そして皆様の温かいコメント一つずつ大切に読ませていただいております。とても嬉しくたくさん励みになっています。もしよろしければいいねとチャンネル登録もしていただけたらとても嬉しいです。それでは次回のエピソードでもお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。